今日はスローテンポで感動的な曲を作るバラードのスタイルについて解説するよ。このチャンネルでは今まで522個のスタイルを解説してきたんだけど、バラードは一度も解説していなかった。少し意外な感じもするね。バラードは解説が難しいスタイルなんだ。具体的に説明していこうか。バラードは音楽ジャンルというより、いろいろな音楽ジャンルの中で使われる表現。例えばロックバラードはスローで感動的なロックのこと。ジャズバラードはスローで感動的なジャズのような使われ方をすることが多いね。バラードはスローで感動的な雰囲気。その特徴はどの音楽でも同じだけど、曲調はジャンルによって大きく変わる。ロックとジャズでは全然違う音楽だよね。まずはこのジャンル名プラスバラードのスノでの効果を確かめてみようか。インスト曲のバラードもあるけど、バラードは基本的にボーカル曲だから、今回はインストの実例を省略して、その代わり紹介するスタイルを増やすよ。風に乗って走ろう、輝く未来待ってる、笑顔で飛び出そうどこまでも。風に乗って走ろう、輝く未来待ってる、笑顔で飛び出そう。風に乗って走ろう、輝く未来待ってる。風に乗って走ろう、輝く未来待ってる、笑顔。風に走ろう、輝く未来待ってる。風に乗って走ろう、輝く未来待ってる。ジャンル名プラスバラードのスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみたよ。ジャンルによっていろいろな曲になる。バラードはそんなスタイルだね。ではバラードとだけ入れた時にはどんな効果があるかを説明しようか。バラードは先ほどの実例で紹介したポップバラードと似た効果になるよ。ポップバラードが一番主流だから、バラードも似た効果になるのは自然だね。ポップバラードはロックバラードに強い影響を受けた時期がある。だからポップバラードはロック風の力強いボーカルやドラムが入りやすいよ。ここで問題なのはポップバラードの効果をバラードも持ってしまっていること。先ほどジャンル名プラスバラードを使うといろいろなバラードを作れると言ったけど、一方でバラードという単語を使うとどのジャンルでもポップバラード風になる。元のジャンルとは違うポップロック風の力強いボーカルやドラムになりやすいよ。バラードに力強い音は必須ではない。柔らかく落ち着いたバラードも多いね。でもスノではバラードの単語を使うと力強い曲になってしまいやすいってこと。動画の後半ではバラードの単語を使わずバラードを作るスタイルを解説していくよ。スノでは音楽ジャンル名の他にもムードを示す単語を入れても効果がある。寂しい気分や落ち着いた気分などの
雰囲気を示す英単語のことだね。今回はバラードに近い雰囲気を持つ32種類の英単語の効果を調べてみたよ。その中で有用そうな効果を持っていた4種類の単語を詳しく解説するね。サッとは悲しさを示す最も一般的な英単語だね。スノでは曲をスローテンポにして悲しい雰囲気にする効果があるよ。悲しさを示す英単語はいろいろあるけど、スノではどれも大体似た効果になる。基本的には一般的で文字数も少ない。サッとを使えばいいと思うよ。メランコリーは憂鬱感のような持続的な沈んだ感情を示す英単語。スノではサッとなどの単語よりも曲調を強く暗くする効果があるよ。サッと以上でダーク以下の暗さだね。私は好きで昔から愛用してるよ。カームは穏やかな雰囲気を示す単語。前にチル系のスタイルでも紹介したね。スノではスローで穏やかな曲を作る。ただ曲調を暗くする効果はないよ。エセリアルは有限、無限という意味。日本語には翻訳しにくい単語だね。スノでは曲全体、特にボーカルに強いエフェクトをかける効果があるよ。曲をスローにする効果はないのでアップテンポになってしまうこともある。ただ強いリバーブ系エフェクトの音はスローな雰囲気を出しやすいとは思うよ。それじゃこのムードを示す英単語がどんな曲を生成するのか聞いてみよう。風に乗って走ろう、輝く未来待ってる、笑顔で風に乗って走ろう、輝く未来待ってる、笑顔で飛び風に乗って走ろう、輝く未来待ってる、笑顔で風に乗って走ろう、輝く未来待ってる、笑顔で風に乗って走ろう、輝く未来待ってる、笑顔でと風に乗って走ろう、輝く未来待ってる、笑顔で飛び出す風に乗って走ろう、輝く未来待ってる、笑顔でと風に乗って走ろう、輝く未来待ってる。ムード系の英単語のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみたよ。聞き比べてみるとよくわかるけど、バラードの単語の有無でかなり曲は変わる。ポップロック風の力強い歌やドラム、そんなバラードを作るならバラードがいい。逆にロック系の力強さがいらないならバラードの単語は使わない方がいいね。ただムード系の英単語のスタイルも効果が安定しないという問題はある。ジャンル名のような明確な定義がないから生成するたびに曲調が変化しやすいよ。曖昧な単語は生成が不安定になるからジャンル名を使った方がいいけど、バラードのようにジャンル名の単語が作りたい曲と違う効果を持つ場合もある。そういう時は曖昧な単語を使ってプロンプトを作った方がいいね。それじゃまたね。